んにちは、インクレディブルのグミです。今日はこのヴィンテージフォトを使ったこのようなですね、ヴィンテージな写真を使ってスライドを作ってみました。こんな感じですね。で、こちら裏側からもこういう風に透けて見えるようにちょっとしたテクニックを使ってやってみましたので、こちらを今日はご紹介していこうと思います。こちらまず何を使ったかというと、ロー引きなんですが、ただ普通にロー引きしただけではなくて、ちょっとしたテクニックを加えて裏側も透明になるようにしてます。そしてこちらはエンボスパウダーを、クリアエンボスパウダーを使ってやってます。こうですね。微妙な違いなんですが、ちょっとこちらのエンボスの方がヴィンテージな感じに仕上がってます。ね。スライドでなくてもいろいろこうくり抜いたものにヴィンテージな写真を入れればできますので、皆さんにぜひ今日はご紹介してやっていただけたらなと思ってます。それではやっていきます。準備していただきたいものは、まずこのようなヴィンテージフォトですね。ヴィンテージなフォトを、これはフリー素材を、スーパーファイン紙で印刷しました。スーパーファイン紙で印刷すると写真が綺麗に印刷できるかと思います。このような感じで、ね。そして、このようにもうできているカットアウトのヴィンテージフォトを使っていただいてもいいかと思います。そして、パッキングテープですね。透明なちょっと粘着のあるものをご用意ください。このパッキングテープを今クッキングシートの上にもう5枚ぐらいカットして貼ってあります。この大きさよりも少し大きいぐらいがいいかなと思います。そして今から何をするかというと、このように裏紙を剥がして薄くしていくんですね。スケスケに。そうすることで、できるだけインクが染み込んでるところまで近づいてあげると、両面の透明感が出るので、裏紙をこのように剥がしていきます。もうかなりこう透けて見えてはいるんですけれど、この透けて見えるぐらいまで近づいて、このようにですね、近づいていこうと思います。写真の裏にパッキングテープを貼っていきます。ある程度このように何枚かカットしておくと作業がしやすいと思います。できるだけ使う部分はこれぐらいなんですけれど、そうですね、このスライドに入るぐらいなんですけれど、一応大きめにカットしといた方がいいかと思います。パッキングテープを貼っていただいたら、ボンホルダーでしっかりと貼り付けましょう。紙は、何層にもなっているので、裏紙を剥がすことでインクが染み込んでいるところまで近づけていこうと思ってます。はい、もうちょっとかな。しっかりとこれをつけて、端っこが剥がしやすいので、こうですね。こんな感じで剥がしていきます。破かないように注意してスライドさせていくといいと思います。こうですね。もう少し剥がしたいので、もう一度同じ作業をしていきます。
この辺はかなり薄いので慎重に剥がしてください。破かないように注意して慎重に剥がしていくと少しうっすら絵柄が見えてきました。そしたらこの端っこなどで残っている白いのを少しずつ取っていくんですが、使う部分はこの辺なのでこの辺を中心に剥がしていこうと思います。最後の1枚を使ってここですね、使いたい部分を入念にこんな感じですかね。もう少し剥がしてもいいのでもう少しやります。エンボスパウダーの方はこれぐらいでも割と透けてくれるんですけれど、ワックスの方は少し裏側が白いのがこう残ってしまうんですね。若干この辺の白剥がせなかったところが。なのでワックスをされる方はもう少しこう頑張って剥がした方がいいかもしれないです。あまりもう強く貼らずにこう白いのを剥がしていく感じの方が破かないでいいかと思います。こういう感じですね。使いたい部分だけ剥がしていただくといいと思います。紙の目がこのようになっているので割と縦に剥がしやすいですね。これぐらいつけてくれるといいと思います。それでは、ロー引きですね。ワックスの方をやっていくんですけれど、ワックスこんな感じに仕上がります。裏もつけてくれてますね。先ほどの裏紙を剥がさない場合、こちら剥がしてないんですけど、剥がさないのと剥がしたのとだとやはりちょっと裏が鮮明にはいかないかなっていうのがあります。どうしても白っぽい感じになってしまうので、やはり裏紙を剥がした方がいいですね。若干こう裏紙の白い感じは残ってしまうんですよね、ワックスの方だと。でも透け感はあるのでこれはこれでいいかなと思います。それではやっていこうと思います。こちらもですね、こんな感じつけてます。アイロンを使いますので、アイロンの土台と、先ほどのクッキングシートですね。そして、アイロンと、アイロンは中華ハイの間ぐらいでもいいかなと思います。そして、ワックス、お持ちの方はビーズワックスですとか、アロマキャンドルなどでもいいですね。普通のこういうキャンドルを使っていただいてもいいかと思います。それではこちら先ほど剥がしたのをやっていこうと思います。こちらはね、結構皆さんやったことありますっていう方が多いと思うので、さっさと飛ばしていただいても構いません。ワックスを溶かしていきます。
ある程度使う部分に染み込んでればいいのかなとは思います。そして一応念のため裏側もやっていきます。このように。この時はすごく透けててこのままでいいのかなと思うんですけど、一応よく見るとこうムラがワックスのムラがあるので、ここで少し紙に挟んできれいにちょっと余分なワックスを落としていきます。どうでしょう。きれいにできました。割ときれいに剥がせたかなと思います。はい、次はクリアエンボスの方をやっていきます。先ほどの裏紙を剥がした紙とこのような箱を用意していただくとエンボスパウダーが飛び散らなくていいと思います。こちらのクリアエンボスを使っていきます。私はちょっと大量にこれに入れているのでこれを使っていきます。そしてあとピンセットですね。厚いのでピンセットとちょっと両面を今回はエンボスするのでこうかけた時にピューって飛んでしまうので、重りがあるとこういう風にピンと貼れるので、こう両面をここでやってしまうとくっついちゃうんですね。そうすると表面がベトベトになって美しくないので、やはり空中でかけた方がいいので、ちょっとこういう重りをつけてやっていただいた方がいいです。本当は熱くない方がいいので、熱くない何かクリップをお持ちでしたらその方がいいかと思います。そして、バーサマークですね。あとエンボスヒーターです。途中までもし、アイロンでエンボスパウダーをかけて溶かしていただいてもいいんですけれど、やはり表面が剥がした時にこう美しくないんですよね。なので最後もしアイロン両面かけてで最後はまたエンボスヒーターをかけるっていうやり方もありますが、エンボスヒーターは必要になります。一応やけどをしないように手袋をしてやります。それではやっていきます。バーサマークをまず塗っていきましょう。使う部分はこの辺りなので、この辺りを中心にエンボスしていこうと思います。まずは裏側、どちらでも構いません。表でも裏でも。エンボスパウダーの粉はビニールの粉のようなものなので、あまり吸ってしまうと体に良くないので、なるべくおしゃべりはせずにかけてくださいね。あとペットなどを飼っている方はご注意くださいね。熱いのですぐに触らずに気をつけてくださいね。扇風機などで冷ましながらやるといいかと思います。片方だけでしょ。はい、今度は裏側をやっていきます。表です。表側をやっていきます。裏側を先ほどやったので、こちらのクリップをつけて、こちらは持っていただいて、ピンセットなどで挟んでいただいて、こういう状態でかけていくといいかと思います。
なりツヤツヤになってます。もう一度裏側をかけたいなと思います。ちょっと裏側がザラッとしてるのでパウダーが足りない感じですね。ザラッとしてるのはパウダーが足りないか、あるいはヒーターがまだちょっとかけ足りないっていうところがあるので、どちらかですので、それでやってみてください。もう少しヒーターをかけたり、あるいはパウダーをもう少しのせてあげてください。だんだんとヒーターを近づけていってしまう人がいるんですけれど、あまり近づきすぎると焦げてしまうので気をつけてください。ちょっとまたやはりザラッとしてるので、もう一度バーサマークをつけてパウダーをつけていきます。裏側もツヤツヤになりました。表もツヤツヤです。クリップの部分に粉が残っているので、余分な粉は落としておきましょう。はい、これで完成です。アイロンでエンボスパウダーを溶かす場合もやってみます。一応バーサマークをつけますが、アイロンの場合はバーサマークは必要ないかもしれないです。ただバーサマークを塗った時に紙にオイルが染み込むんですよね。油性のインクなので、それもちょっと影響してるのかもしれないので、バーサマークは使った方がいいかもしれないです。こんな感じでオイルが染み込む感じがします。そしてここにパウダーをかけていきます。で挟みますね。でアイロンをかけていきます。この方が安全ではありますよね。エンボスヒーター結構粉が飛び散るので、これはもともと破れてるところです。で剥がした時にこんな感じになっちゃうんですよね。エンボスパウダーがくっついてしまう。ちょっと一応裏側もやっておきます。多かったかな。で素早く剥がした方がいいかな。でこんな感じですね。そしてちょっと表面がザラッとしてるので、ここにエンボスヒーターをさらにかけていこうと思います。どうですかね。こちらの方がパウダーが飛び散らなくて安全ではあるんですけれど、ちょっとやっぱりザラッと感が少し残るので、またエンボスかけたくなる感じは残りますね。均一にちょっとパウダーがどうしてもいかない感じはあります。でもすごく透明感が出ました。はい、これが出来上がったものですね。こ
ちらがクリアエンボスしたものです。かなり透明感がこのようにあります。そしてこちらがワックス、ビーズワックスでロー引きしたものです。裏側はこんな感じ。少しちょっと白いのが残ってますね。ちょっと透け感も若干って感じになりますかね。でも絵柄は見えてます。先ほどの裏紙を剥がさないでものと剥がしたものだとこのように違ってきます。これらをスライドの台で作っていきます。スライドの台は私はちょっとキムのスライドの台が出る前にこちらのエリザベスクラフトさんのですねスライドの台を購入していたので、こちらを使ってこちらをこのようにしてですねペンに2枚作ったりして使いました。スライドの台でなくてもポラロイドの台ですとか、あとこの中がくり抜ければ何でもできるかなと思いますので、皆さんお持ちのものでやってみてくださいね。はい、スライドの台に先ほどのヴィンテージフォト、クリアにしたヴィンテージフォトを入れてみました。いかがでしょうか。こんな感じに仕上がってます。こちらクリアエンボス、ビーズワックス、ロー引きですね。こういう感じです。でですね、ロー引きの方は少し紙がへなっとしてしまうので、こちらの OHP フィルム、手書き用ですね、A1 のこちらを使って、両面から透明なシートで挟んでます。よりその方がクリアな感じに仕上がりました。こうですね。どうでしょうか。結構綺麗に、裏紙がやはり綺麗に剥がれてると透明感、ビーズワックスロー引きの方でも綺麗に出来上がると思います。でこちらはクリアエンボスした方ですね。クリアエンボスの方もやはりできるだけ後ろ綺麗な方が白いのが残らないかなと思います。あと裏側がちょっとやはりパウダーがプツプツ残ってしまう場合があるので、エンボスを2回裏側はしてます。こうですね。このようにちょっと白いのが残ってしまうんですよね。でやっぱり安全面から考えるとパウダーが飛び散ったりやけどをしないっていうことではこちらのワックスの方がおすすめかなと思います。クリアエンボスちょっと両側からエンボスかけるのが大変かなっていうのもありますので、ただちょっとヴィンテージな雰囲気にはクリアエンボスの方がこう仕上がりますね。透明感とですね。どっちもどっちという感じですけど、どうでしょうか。こちら色を変えてるわけではなくて何もせずに同じものを使ってクリアエンボスとビーズワックスですね。ビーズワックスのちょっと色付きのものを使えば少し同じ雰囲気になるかもしれないです。でどちらがお好みでしょうか。皆さん是非試してくださると嬉しいです。このようにスタンプを使って楽しいことをこれからもご紹介していこうと思っています。今日は最後までご視聴くださりありがとうございました。それでは失礼いたします。